さんのふるさとはどんなところですか？そしてそこに何があるのか本当に知っていますか？宮城県亘理町、仙台から電車で南に40分、人口約3万人の小さな城下町。真っ赤で甘いいちごの産地です。私はこの町で生まれ育ちました。仙台の高校に通うようになって、大きな建物や素敵なお店がたくさんあるのに驚いて、亘理って田舎だったんだって知りました。一生懸命標準語で話しても隠しきれない訛りが出ちゃって、本名じゃなくて亘理ちゃんなんて呼ばれちゃったりして、亘理のことも自分のこともなんだか垢抜けなくてかっこ悪くってあんまり好きじゃありませんでした。2011年2月、私は町役場の職員でした。郷土資料館に勤めていて、学芸員として民族調査に携わり、着物というテーマで古い時代の亘理を知る人たちを訪ね歩いていました。80過ぎのおばあちゃんがタンスを開けて、こいつさ、私が嫁さくっときに母ちゃんが眉から井戸取って折って仕立てでけた着物なの。もう着ないんだけんとさ、元気出したい時に眺めるお守りなんだ。そう言って見せてくれました。何十年もの時を超えて、かつて養蚕が盛んだった町の歴史、嫁入り自宅の着物に込めた親の愛、それが私に伝わってきて、とってもあったかい気持ちになりました。でもこの着物はもう着る人がいない。これからどうなるんだろう。そう思ったのも覚えています。3月11日、東日本大震災が起きて、津波で多くの命が失われました。あのおばあさんの家もお守りだった着物も波に飲み込まれてしまいました。私は支援物資の担当になり、毎日山のような段ボールに囲まれて必死で復興業務に追われていました。そんなさなか、父が病でこの世を去りました。人々が今まで積み重ねてきた暮らし、あの着物のように心の支えだったものが一瞬のうちに消えて、仕事もみんなが集まる場所もなくなりました。父はもう記憶の中だけの存在で、それすらも日ごとに薄れていく。頭ではね、誰のせいでもないし、もう起きちゃったことだからしょうがないってわかるんですよね。でもやっぱり悔しくて、怒りとか悲しみとかいろんな気持ちが毎日湧いてきて、早く消えればいいのにと思うけど消えなくって、どうしていいかわからないまま過ごしていました。答えが出ないまま夏には資料館に戻り、民族調査を再開しました。しばらく経った頃、亘理では昭和の中頃まで家族の着るものはその家の女性たちが仕立てていたことを知りました。縫うことは女性にとって生活の一部だったんです。そしてある農家で一つの巾着袋に出会いました。亘理に暮らす女性たちは、着物の残り布で仕立てておいた巾着袋に一升のお米を入れて、お祝いやお返し、手土産にしていました。小さな布も大切にしてたくさん縫いためて、いつでもすぐにありがとねって気持ちを手渡していたんです。米粒が縫い目に入り込まないように裏地をつけて、口がしっかり閉まって中身がこぼれないように紐は両引きにして、作り方にも渡す相手への配慮が込められていました。袋がなまってふぐろ。ふぐろは私に時間軸を超えて自分とは異次元の生き方、感謝を形にする生き方を伝えてくれました。私は震災が起きて父を病気で亡くすまで、安全で便利に暮らしていること、自分も家族も健康で生きていること、そんなの当たり前のことだと思っていました。失ってみて初めて、それがどんなにありがたいことだったのかに気づきました。いつでも伝えられるからと思って、父にありがとうを言うことすら後回しにしてきました。もう会いたくても会えなくなって、伝えたくても伝えられなくなって初めて、気持ちを形にするって大事なんだなって気づいたから、ふぐろのストーリーがとっても心に残りました。
渡りのちょっと昔の暮らしの中に受け継ぎ伝えていきたい生き方がある、こんなに素晴らしい価値がふるさとに埋もれている、そう思った時、これまで色あせて見えていたふるさとがキラキラと輝き始めました。思いがけないところで宝物を見つけました。フグロに詰まった渡りの女性たちの暮らしや生き方を受け継ぎ伝えたい。そのためにこのフグロをもう一度よみがえらせ、新しい形で世に送り出したいと思いました。そうして誕生したのがこの新しいフグロです。たくさんの方に実際に使っていただけるように商品にして、渡りから広い地域に発信したいと思いました。被災して建物を取り壊すことになった地元の呉服店から着物の生地を譲り受けて、妹と友人と制作を開始しました。もう時代が変わって使う機会が少なくなった古いフグロを今の時代に合うものにしようとアイデアを出し合い、工夫を凝らしました。まず名前をローマ字にしました。ストーリーはそのままに、新たにリメイクしたイメージを持たせたかったからです。次はデザインです。裏地には鮮やかな色を組み合わせました。紐の先には可愛らしい飾りをつけて、現代のファッションにも合うものにしました。仕上がりにもこだわりました。ステッチをご覧ください。直線には 0.5 ミリのブレもありません。私たちに縫い物を教えてくださる地元の先生が、縫い目ミット誰の仕事かわかるよ、生き様が現れっからね、いつもそうおっしゃいます。まっすぐな縫い目にはぶれないものづくりをしていくという私たちの決意が込められています。お客様には丁寧できれいに仕上げてあって、使ってても見ててもとっても気持ちがいいと言っていただきます。さまざまな素材の着物地をミシンを使って縫い上げていること、表地と裏地に合わせて2色の糸を使っていること、そんな細かいところにも気づいていただけたときはとっても嬉しいです。フグロを作り続けて2年半、今初めは予想もしていなかった良い循環が3つも地域に生まれています。まず1つ目は、文化と技術の伝承の場が生まれたことです。昔は当たり前だったフグロのやり取りも、フグロを縫う人も今はもう少なくなって、このままでは渡りの返礼文化や縫製技術が消えてしまいそうでした。地元の若い女性たちがおばあちゃんから「小豆3粒包める布は捨てでわかんねえよ」って歯切れも大切にすることを教わりながら縫製の技術を学ぶことで、地域の文化や技術を次の世代に受け継ぐことができるようになりました。2つ目は、被災地に新しいコミュニティができたことです。あの震災を経験してから、何かあったらすぐ駆けつけられるように子どものそばで働きたいんです。そういうお母さんたちが増えました。女性が家事や育児、介護と両立しながら働くためには、働く時間を選べる仕組みが必要です。あの古いフグロはもともと地元の女性が家で空いた時間に手作業で作っていたもの、そこに女性のニーズに応じた働き方のヒントがありました。自宅で自由な時間にフグロを縫って納品や研修のたびに集まるうちに、震災で崩壊したコミュニティが仕事を通して再び形になり始めました。今では作り手やその子どもたち、地域の人が集う交流の場になっています。3つ目、着物地の価値を高めて再び世に出すアップサイクル文化を醸成していることです。もともとあった古いフグロは着物地の残り布を再利用したものでした。私たちも今、全国から送られる着物地を再利用しています。日本の衣料品のリサイクル率は 20% 以下とあまり高くありません。そんな中で私たちは昨年1年間でタンスに眠る着物地、段ボールで314箱分、約 2.3 トンを回収しました。それを渡りの女性たちの手でよみがえらせ、再び世に送り出しています。この度、フグロがスイスの高級腕時計メーカージラール・ペルゴの限定モデルパッケージに採用されました。また、アメリカのハイエンドのアパレルブランドトーマス・ワイルドと
コラボ商品も制作、女性ファッション誌の晩餐館で市場販売もしました。こうしてフグロのデザインやストーリーが少しずつ海外でも認められるようになってきました。もともとフグロはある地域の一つの風習に過ぎないものですが、その中には人と人をつなぐあったかい心が詰まっています。それは世界に誇れる宝物だと思っています。こうして振り返ってみると、地域に良い循環をもたらし、さまざまな社会課題を解決するためのヒントは、すべて古い農家で出会ったあのフグロの中にあったのです。伝統や文化という地域に根付く価値、実はその中に多くの問題を解決する鍵、力が隠されているのかもしれません。物事にはいろんな面がありますよね。どの面から見るか、どこに視点を当てるかで見えるものが変わってきます。私はフグロに出会ってからふるさとの良いところに目を向けられるようになりました。そこで生まれ育った自分の中にしっかりと染み込んだ渡りらしさも、以前は嫌いで消してしまいたいと思ったけど、今は他の人にはない素敵な個性なんだと思えるようになりました。そう思えるようになって、自分自身も自分を取り巻く世界も大きく変わったと思っています。ワタリスの事務所には毎日のように学校帰りの子どもたちが立ち寄ります。地域の伝統や文化に身近に触れながら育つことは、やがてふるさとを誇らしく思う気持ちや、生まれ育ったこの地で生きていこうっていう思いにもつながるはずです。母親の働く姿を通して本気で一生懸命働くことの尊さも必ず伝わっていくと信じています。フグロに地域の伝統や文化を縫い込んで、地域の宝である感謝を形にする生き方をお守りのように大切に、人から人へ、たくさんの人へ、世界へ、そして未来へ受け継いでいきたいと思っています。どうもありがとうございます。